waiting. A ticket gate for Takayama is performed for Initani. こんにちは、レトロ男子です。今、飛騨古川の駅に来ています。今日はここ飛騨古川のですね、街を散策して皆さんにご紹介しますね。そして私の好きな酒蔵、これが2軒ありますんで、2軒ともちょっと寄ってお酒を購入したいと思っています。それでは行きます。飛騨古川駅ですね。昭和レトロの代表と言えるような駅舎ですね。いい雰囲気出してますよ。駅前も雰囲気抜群ですね。この道は駅から古い町並みの中心へつながる道です。この通りを歩くだけでも昭和のノスタルジックに浸れますね。飛騨おふくろの味、吉田屋さん。弁当美味しそうですね。古川の佇まいは街全体が昭和レトロです。この通りが恋の泳ぐ瀬戸川と白壁土蔵の街です。100円で鯉の餌が買えます。よーく太っていますよ。ここの鯉は可愛がられているので元気いっぱいですね。私、ここはただの水路だと思っていたんですけれども、名前のついている川なんですね。知りませんでした。瀬戸川というんです。鯉も年中見られるわけではなく、冬場には別の場所に移すそうです。そりゃそうですよね。飛騨は豪雪地帯ですからね。ここでは冬越せないですよね。郵便配達員さん、ご苦労様です。ここは生活の場所なんですね。右側は円光寺というお寺です。古川には円光寺のほか、本光寺、真宗寺というお寺が3つあります。毎年1月15日に3つのすべてのお寺をお参りする風習があるそうです。昔からの風習が続いていることは、地元の方が住んでいる場所に愛着を持ち、誇りを持っているからでしょうね。古川の最大の遺産は何といっても古川祭りでしょう。ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。毎年4月19日、20日の2日間にわたって開催されています。おみこしとおこし太鼓の巡行、屋台の栄光など華やかなお祭りですね。でも、やんちゃ祭りと呼ばれて、なかなか荒っぽい場面もあるそうですよ。一度見てみたいですね。この先に飛騨古川祭り会館があって、そこで祭りと文化が体験できるそうです。でもこの景観、本当に美しいですね。静かで美しい景色に心も癒されます。日本にはまだまだこんな場所が残っているんですよね。
こちらは匠文化館や飛騨古川祭り会館、おこし太鼓の展示などがある祭り広場です。のどかな場所ですよ。休憩には最適の場所でした。それに美味しい飛騨のみたらし団子のお店があるんです。公園の一角にある飛騨の匠の建物。お土産なども売ってられる岡田屋さんです。醤油味なのであっさりとして香ばしくって本当に美味しかったですよ。美味しいので2本食べました。こちらは公園内にあるおこし太鼓の展示施設です。おこし太鼓を叩かしてもらえるようです。お賽銭箱に100円奉納してくださいって書いてましたよ。私和太鼓大好きなんですよ。せっかくなので叩かしてもらいました。こちらは飛騨古川祭り会館です。建物も大きくなかったのでそんなに期待はしていなかったんですけれども、中に入ってびっくりしました。館内の広さに驚きです。そして祭りに使われている本物の屋台が4台展示されていました。美しい屋台です。祭りで使われるからくり人形です。きらびやかで豪華です。お祭りの雰囲気が伝わってきますね。おこし太鼓が大迫力です。こちらの屋台は優雅ですよ。それぞれの屋台には特徴がありますよね。巡行に使われるおみこしです。美しいですね。飛騨古川祭り会館、お祭りの雰囲気が分かって本当に素晴らしい場所でした。飛騨古川に来たらここは絶対に来るべき場所ですね。お腹も減ったので昼ご飯を食べに行きます。皆さん知っていましたか？飛騨地方は蕎麦の産地なんですよ。なので地元の方から美味しいよと教えてもらった蕎麦屋さんに今から行きます。どちらかといえば町の外れの方にありました。よいしょ。
すっごい構えのお店です。ありました。お蕎麦屋さん。中屋さん。手打ちそばです。中屋さん、見るからに美味しそうな店構えですね。美味しそうではなくて本当に美味しかったですよ。色紙がいっぱい飾ってありました。注文したのはざるそばと舞茸ご飯のセットです。そばは一口目塩をつけるように勧められました。最初塩をつけたら美味しそうです。私たちもこれがあるの。最初にお塩をつけます。口の中にそばの風味が広がりました。コシがあってうまいそばでした。でもそばは奥が深いですね。こちらのそばと隣の福井県のそばは全く違うんですよね。飛騨の方が福井の越前そばを食べたら多分驚くでしょうね、太さに。今いただいてる舞茸ご飯もこれも本当に美味しかったですよ。私は旅先で京都の素朴な食事を食べるとしみじみ旅に来ているなぁと感じるんです。飛騨はそばも美味しいし、ご飯も美味しいし、お餅も美味しいです。ここでしか味わえないお味ですよね。日本の原風景のような街で日本のそばをいただく、ある意味こんな贅沢なことはないと思います。最後にそば湯をいただきました。地元の方のおすすめだけのことはあって、中屋さん本当に美味しいお蕎麦屋さんでした。ごちそうさまでした。中屋さんを出てお酒を買いに一の町通りに来ました。目的の一つ、渡辺酒造さんですね。これは蓬莱で有名なお酒です。近年急速に人気が出てる酒蔵ですね。見るから老舗の酒蔵ですね。お酒を買うだけなら酒屋さんでいくらでも買えるんですけれどもね、私が酒蔵までお酒を買いに来るのは理由があるんですよ。酒蔵は伝統建築物としての文化財的な建物も多く、一見の価値があります。そしてお酒を作った酒蔵を知っていると、そのお酒を飲んだ時に酒蔵が目に浮かぶんです。あの酒蔵で作られた酒を味わっているんだという満足感が湧いて、そして作り手の方の情熱も伝わってきます。酒の裏に隠れた顔が見えてくるような気がするんですよ。ここは渡辺酒造さんの新コーナーですね。こういった企業努力をされているようなこともよくわかります。見てください。素晴らしい蔵の雰囲気ですよ。こんな蔵で作られているお酒ですから、まずいはずがないですよね。次は隣接するカバ酒造さんにお邪魔しました。こちらも見るからに素晴らしい老舗の酒蔵ですね。こちらは白間由美の銘柄で有名な酒蔵です。酒蔵ならではのお酒が手に入るところもいいですよ。この凛とした老舗の酒蔵の佇まい、大好きです。こういう酒蔵があると地元の方が羨ましいです。老舗の風格ですね。見てください、この立派な鴨居と梁。こ
こちらの建物を見学するだけでも値打ちがありますよ。お酒の好きな方はぜひ寄ってみてください。蓬莱と白真弓購入しました。どちらも美味しかったですよ。これは渡辺酒造さんの前の通りですよね。確か。創業270年和ろうそくの三島屋さんです。有名なお店です。7代目の当主がオール手作りで作られているそうです。味のあるお店ですね。三島屋さんの向かいには染め物のお店がありました。立派なお屋敷です。文化財でした。荒木川と宮川の合流地点です。右に見えるのが真宗寺です。立派なお寺ですね。今宮橋から見た荒木川の上流です。この界隈も趣のある街並みですよ。飛騨古川に来たらこの荒木川沿いも散策してほしいですね。趣のある立派な鉄橋がかかっています。霞橋ですね。ここの橋もいい橋ですね。雰囲気あります。橋の向こう側は飛騨古川の有名な老舗旅館八つ三館です。一度は泊まってみたい旅館です。霞橋の手前にあるのが本光寺です。飛騨地方最大の木造建築と言われています。飛騨の匠が作った立派なお寺です。この界隈には祭りに使われる屋台の収納庫がありました。こちらは三光台と言われる屋台が収納されています。こちらは鳳凰台と呼ばれる屋台が収納されています。町中で電柱の撤去作業をしていました。いかがでしたか。飛騨古川、いいとこでしょう。のどかな美しい日本の田舎町です。こんな町が残っているんだと驚きました。機会があればぜひ訪れてみてください。次回は郡上八幡を紹介しますね。